あ、あれが消えちゃった。これが消えてしまった。直前で、ちょっと消えてしまいました。ライブが始まっちゃいましたね。ちょっとすいません。直前で、テロップが消えてしまったハプニングが起こりました。大丈夫かな？ちょっと今、設定をしています。いきなりかよって感じですいません。ちょっとお待ちくださいね。はい。これ消えちゃうんだよな。はい、すいません。もう始まっちゃってますよね。始まっちゃってますね。はい。いけるかな？はい。始まってますね。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いいたします。ちょっと今、トラブルがあって、この僕の上のテロップが、壊れてしまったというか、ハプニングがありますが、なんとか収まりました。定期的にね、このテロップがうまく流れずに、ちょっと原因が最近分かってなくて、まあ、ちょっといろいろやっております。はい。今画面ちょっと出していますけども、最初、花火が上がっております。今日実はね、うちの近所の、まあ、愛知県岡崎市っていうところなんですが、そこで花火大会が。こんばんは。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は反応早くないです勝手にで、花火大会がありました。久しぶり、本当はね、ちょっと勉強したいなと思ってトレードのこととかやろうと思ったんですけど、今ってこういう YouTube ライブってすごい綺麗にリアルタイムでこんなに高画質で見れるんだなっていうことで、ちょっと、まあ、コロナの関係もあって、なかなかこう、ね、近くまで寄るのも大変だし、で、実は僕、昨日なんですけど、予防接種を打ってきまして、若干ちょっとまだ、副作用でね、熱がね、あるんですけども、でも、全然、ライブができるという状態。で、まあ、それもあって、なかなか近くに寄れないな、花火大会見たいなと思ったんですけど、まあ今ちょっと音は消してますけど、こんだけ綺麗にね、見れるとちょっと思ってなくて、本当楽しみ方っていうか、今、こういう花火大会とかも、本当はこう、花火だけを楽しむだったらこれの方がね、綺麗でいいんですけど、きっと、花火大会ってこういう、楽しみ方だけじゃないじゃないですか。もうみんなきっとこう、ね、人の集まってるところに行って、こう、ね、ワイワイしたい時もあるだろうしね。だけどまあこういう、まあ、時期ですとね、なかなかこう、そういうこともできない。だから多分この岡崎のこの花火大会も、どれぐらいいるんだろう。なんか県内だともう本当に有数の花火大会で3万発くらいですかね。打ち上げているということで結構大きい花火大会ですね。皆さんのとこどうですかね。まあ花火大会とかを見に行ったりするんでしょうかね。やっぱり形は変わってきてますよね。まあでも、本当にこう、高画質で見れる時代ですごく便利になったなって、思います。はい。まあそんな感じでね、まあここちょっと、音声ちょっと出さなかったですけども、まあ今日はね、実は近くまで行って、テレビっていうか、で、こういうのを見てきました。はい。ちょっとこれを消しますね。はい。今日なんですけど、まあ、最初にいろいろお話しする中で、まあ、トレードの話は後半するんですけども、やっぱり8月6日ということで原発のお話もありました。まあ、ウクライナの関係とかもあって、今年は特に原発についてはね、注目されていることもあったと思うんです。さっきまでここちょっとニュースでいろいろ出てたんですけどね。うん。
いろいろ思うことはありましたし、僕はTikTok の方で割とその若い世代の方とかが原発とか知らないかもしれないということで、今ね、そういう投稿もしています。意外にちょっと TikTok の方はトレードの方みんな興味がないので、どちらかというと、そういう金融系のことじゃなくて世の中のこととか、そういったことをね、結構、投稿してるんですけども、やっぱり、すごい反応もありまして、こう知ってもらえてよかったなと思うこととか、再認識することもありました。はい。で、今週なんですけども、経済的にはね、皆さんも、見ていらっしゃると思うんですけど、だいぶアメリカの株の方も安定してきまして、底打ち感も出てきて、で、昨日ですかね、雇用統計も出てきて、かなりいい数字が出ましたね。なので、本当に、なんていうのかな、インフレは、とりあえず右肩上がりで少しずつ、なんていうの、ソフトランニングしていくような形ではあると思うんですけども、株の方はね、また、来週少しずつね、見ていくとして、今日はね、FX の件とか、そういったことを中心にまたお話をね、していきたいと思っております。じゃあこれちょっと最初消させていただいて、その前に最近ちょっと面白いことがあったので、これをちょっと紹介したいなと思います。これちょっと岡崎の花火大会消しますね。今年、僕、長岡の花火大会もそうだな。しののめ、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。今日はあれなんですか？しののめさんは、ゲームでは遊ばないですか？岡崎の花火大会、なんか見ました？しののめさんは。これ、ちょっと消しますよ。花火大会の様子をちょっと消してさせてもらって。はい。はい。じゃあちょっと、この間にこちらの記事を話したい。今僕テロップ上に、僕のアイコンの上のテロップ見ていただくとわかるんですけども、これね、何のテロップかというと、最近ちょっとハマっている日系テレ東大学ってやつですね。いやー、久しぶりに僕テレビあんまりハマらないんですけど、これテレビでやってないのか、YouTube だけなのかな、これ。この日系テレ東大学はね、愛を増してというか、何が面白いんでしょう。なんかはい、面白いですね。そんなに政治とか興味はないんですけど、で、今日ちょっと紹介するこのお話がですね、いつから、1週間前ぐらいにテレ東の方でこれ放送があったんですかね。この方とかもそうですけど、若き市長がなぜ揉めるかっていう、内容なんですね。これ見られた方とかいますかね？めちゃくちゃ面白かったですね。で、何が面白かったかというと、今日これ50分あるので全然伝わらないと思うんで、概略だけ説明していきますけど、ちょっとこれ、その3人を出しますね。どこで自己紹介してるかな？ここら辺ぐらいからかな？ゲストはゲストっていうか、メインが、司会が成田悠介さん。で、ひろゆきさんが出てきて、もともとこの番組、なんか、ひろゆきさんと成田さんで構成されてる番組なんですかね。ちょっと、詳しくは知らなくて、お人形さんがいて、お人形さんもなかなかツッコミがみんなすごくてですね。で、これですね。3人が出てくるシーンがあんまり出てこないですけど、出てくるかな？これ徳島の市長さんですね。ちょっとごめんなさい、今、うまく合わないな。紹介したいんですけど。これどうだ？ここら辺は。もうちょっとか。
徳島の人が話してますけど、なかなか出てこないですよ。これどうしよう。実はですね、この3人の市長さんがいるんですけど、なかなかこうちょっと止めれないので、並んでるシーンがあったんですけど、なかなか、ちょっとこれ再生しますね。じゃあ待って、徳島でもみんな現金配ってるんですか？いきますか？見たことはない。みたいに見えちゃそういうのをやる。設営、さじ。ここら辺かな。いや、もう、手際が悪くてすいませんね。うねって徳島の人が持ってると思うんで、ここで行きたかったんですけど。行かないと。出た、ここです。あっといなくなりますね。止めたいのに。悪いっていうところから始まってるんで、あっと止めれるかな。徳島の世論は税金突っ込むのが悪いっていうところからまずは始まってるのと、あとはなんかこう、なんていうんですかね。でもそこ。あった。ここで止めますね。はい。ですね、これが何かっていうと、この、3人のうちの、左側の方がですね、現、福岡市長ですね。で、もともと、この方はアナウンサーだったんですかね。でも、市長になられて3期目ぐらいらしいです。で、この3人がですね、どうやら、若き市長で、3人とも、とにかく揉めている。揉めているという市長さんが、来ているんですね。で、この再生回数も結構いってて、この普段の、テレ東のこの、日系テレ東大学、だいたいね、なんだろう、10万再生回数とかいくんですけど、こういう、ちょっと、ダークなものっていうんですかね。に対しては一気にこう100万近くいくんですね。はい。もうこれ、だって1週間前ぐらいでもう100万近くいくから相当みんな、注目してるなっていうのが分かりました。で、それが、あえて、この3人の市長は、なんていうのかな、こう、マスメディアを本当に上手に使ってらっしゃってて、やっぱり若い方が、その、市長になられるっていうのは、本当に政治を変えていこうかなっていうことがすごくよくわかるし見えるんですね。もうね、なんか最近ちょっとこう、僕もなんていうのかな、選挙、この間ね、参議院選挙もありましたし、国がこう変わっていく体制って、今、どうしてもその政治については僕もそこまで詳しくはわからないところもあるんですが、なんて言ってるんでしょう。トロの CFDFX お、なんか俺が、24。喋り出した。本日はライブにお越しくださりありがとうございます。すいません、今ちょっと喋ってますね。大会でさっきまで大音量でした。わら、週末は FX 中心のお話を。今あれだ。すいません、今ちょっとインターネットの関係が調子悪いですね。もしかしたらシメディさんもどうもお疲れ様です。わかった、これ。ちょっと、なんかおかしいぞ。いや、遅れて全然大丈夫です。僕もすいません。ちょっと今、あれになってますね。チャットの方が今おかしくなってますね。なんか土曜日、ダメですね。なんか。はい。ちょっとごめんなさいね。今、しかも、チャットが見れない感じになってるので、またちょっと今、直しますね。はい。やっぱライブってなんかいろいろやることが当たり前ですけど多いので、なんかあれですね。万全にいかないですね。俺だけですかね。すいません。しかもCM が入るようになってきて余計になんかめんどくさくなってますね。対して、お金も入らないのに。はい、こんなの。はい、すいません。どれだ？ここか。これですね。はい。で、この、3人なんですけども、なんていうのかな。国が変わらなくても、なんかちょっとここ、地方自治体が、議員さんとかが、まあ、例えば、この、右側にいらっしゃる方、秋高田市って、多分高知県かなの市長さんで、1期目、2年前にいらっしゃって、
なんか議員さんが、寝てるところで、ちょっとこう、かなり叱ったりとかで、こう、えげつなくやってるみたいですね。はい。でも僕は、もう4年ぐらいで、市長終わったって構わないと。で、ここで引っかき回して、まあ、政治っていうのがどういうものかって変えていくには、こう、引っかき回した方がいいという考え方をもう明らかにしているんですね。すごいなと思うんですよ。で、僕、この真ん中の徳島の市長は、この方も1期目ですね。なんか、河合事件っていうのが当時あって、市長になられる前の選挙だと思うんですけど、それで現金を、その河合、政治家、何大臣だったかなどこの大臣だったんですかねが、どこも徳島の地元のことで政治献金のこととかで、お金をいろいろ回していた。でそれが蔓延化していた。で、この徳島の市長さんが出てきて、いろいろ改善しているという内容なんですね。で、これ50分なんですけど、ぜひね、政治に興味ない方とかも、この番組を見た方が面白い。で、何が面白いかっていうと、やっぱり、これから、僕もそうなんですけど、投資の考え方とすごく似ていて、僕が投資をしている、そのものっていうのは、将来に未来があるものに期待して投資をしてるんですね。はい。きっとそうなんですよ。例えば、まあ、仮想通貨であったりとか、アメリカの株であったり、世界の株であったり、で、本来、皆さんもそうだと思うんですけど、何に投資をしたいかとか、何にこう、思いを託したいかって、トレードは別ですよ。売ったり買ったりするこう FX っていうのはまた別物だと思うんですけど、投資については、将来、これがどういうふうに成長していくんだろうなっていうのを見届けて、楽しみたいから投資をしてるって、僕はそういう考え方なんですね。で、本当は、この3人がやっている、例えば、福岡市、それから徳島市、からこの、秋高田市ですかね。もしここが企業だったら、僕、今日このお話を聞いた時に投資したいなと思ったぐらいです。だって、もしかしたらここで、自治体が変わるかもしれない。その時に何かこう、例えば、〇〇市っていうのが一つの企業だとしたら、もしこう改善しようとしてったら、こう、そこに何か未来があるんだったら、応援したいなと思う気持ちが出てきたりとか、あると思うんですよね。うん。で、またこれが良かったのが、一番左の福岡市について、で、この方がちょっとカミングアウトしてまして、何をしたかというと、ひろゆきさんがどうやら、この、なんだっけ、広告か何かわかんないですけど、ウェブの関する仕事を自分で応募されたらしくて、で、その応募がですね、まあ、ひろゆきさんもこういろいろひっちゃかめっちゃかする人っていうか悪役的なね、要素を持ってるんですけど、どうやらこのお仕事に関して、もらったお金を全部、寄付をしているということをちょっとこう話したりとかされてました。まあ、もともと、だから、なんて言ったらいいかな、例えば、ひろゆきさんや成田さんとかも、なんでこの番組をやってるかっていう話も聞けたりとかするので、やっぱり、こう、面白さっていうか、人の魅力とかっていうのは、こういうところにあるのかなっていうのを感じをしたりとか、まあ、いろんな学びが僕の中にあったので、またね、この若き市長なぜ揉めるっていうテーマ、ぜひね、見ていただいて、少しワクワクしてくることがあるなと思いましたので、紹介いたしました。まあ、日本の政治とかでも、これくらいの30代とかの方が、60代、70代の政治家に対して、噛みついたりしたり、変えようとする動きっていうのは、絶対にあった方がいいんですけど、なかなかこれが国まで国政まで上がっていくのがすごい大変だと思うんですよね。一気に、この間、まあ、例えばガーシーみたいにポンと、参議院当選しちゃってる人もいるので、もしかしたら次の選挙から、議員さんになるには、
SNS、例えば高橋ダンさんもそうかもしれないですけど、SNS とかで強い方、もしくはその YouTube とかで強い方っていうのが政治家になったりする日っていうのも近いかもしれないなっていう気はしてきましたね。有権者がどんどん60代から70代、今中心ですけど、どんどん若くなってくるときに、どうやってこのマスメディアを使って、その自分の思いだとかを伝えられたりとかするっていうのは大事になってくるし、まあ変な話、ガーシーさんは何をこう政治にもたらすかわからないですけど、少なくとも SNS や YouTube が強い人っていうのは何かを起こすかもしれないっていうことで、当選する可能性も出てくるなっていう気はしてきます。どんどんこういった流れが出てくれば、またね、ちょっとだけ日本が面白くなるのかなっていう気はしております。はい。またね、ぜひね、まあ、経済的な話がここ多いと思うんですが、ぜひまた見てくださいね。あ、川端さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。今日またね、なんか音声がね、やっぱ週末ダメですね。はい。気づかない時もあって申し訳ない。はい。よろしくお願いしますね。はい。ということで、こちらの、まあ、テレ東の、日系テレ東大学の宣伝というか、終わります。もうハマっちゃいますね、僕見てると。なんか、自分の FX とかトレードの勉強よりこっち見ちゃったりするので、ちょっと良くないと思うんですけど。はい。でちょっとこれ消しますね。それではですね、ちょっとだけ、すいません、あれ。あ、もうこれも消えちゃった。相場の方の1週間のとこだけちょっとだけね、説明させてもらって、行きたいと思います。そこから特集の方移りたいと思います。インターネット出しちゃった。でもだいぶやっぱりメッシュ Wi-Fi が出たことで、僕のルーターがあったことで、マシにはなったと思うんですけど、でも相変わらずそのメッシュ Wi-Fi の関係はあれですね。上りと下りがあって、そのアップロードに関してはね、ダメですね。マシにはなったと思うんですけどね。あ、そうだったんです、篠宮さん。ああ、さすが。いろいろ見てますね。いやー、楽しいですね。はい。本当またなんかね、皆さんの中でもこう、面白そうな番組とかあったら教えてほしいなと思います。うん。やっぱ年取ったのかわからないんですけど、やっぱトレードをするようになってから、当たり前ですけど、経済のこと関心あるし、政治はね、関心があるっていうか、やっぱり、法律が変わることによって株価も大きく変わりますよね。やっぱり、政治を自然にこう関心出てきますよね。政治っていうか法律が変わる。やっぱ、切っても切れない関係がありますよね。はい。昔よりすごくやっぱトレードすることによって、それを感じますね。日本の経済がダメだっていう中で、多分、皆さんも思ってると思うんですけど、日本の経済がダメって思っているところがあったら、じゃあ何がダメかっていうと、結局政治がダメだとか、そういう話になってくるじゃないですか。そうすると、なんで政治がダメなのかっていう話がまた出てくると、今度じゃあ、その政治の体制がダメなのかとか、を考えますよね。そうすると、自然に興味のあるものってそういったところになってきますよね。多分、まあ、トレードされたりとか投資されている方は政治の関心も絶対あると思うし、でもどっかでなかなか変わらないよねって思ったりするところもあると僕は思います。もうね、今回の件はね、ちょっと面白かったです。はい。すいません、また、どんどん長い話になってしまって。それではですね、はい。金曜日のところからちょっとパッパッと話をしていきます。金曜日ですけども、ナスダック SP500 最後、結局登ってきましたよ。もう、ほんとびっくりです。はい。最終的にはほぼプラマイゼロの近く。まあ、ナスダックちょっと
600まで落としましたけど、でも、落としたうちに入らないですね。一回ちょっと先物がバーンと落としたので、やばいと思ったんですけど、まあまあ持ち直しました。うん。SP500 が先物が最後4140ということで、4000はまだ割らないですね。はい、まだ割らないです。ナスダックが13200で終えました。はい、よかったです。ただ、金利の方がね、どうしてもまだ、不安定な状態が続いていたりとかしております。まあ、雇用統計のお話も影響があったのかなと思うんですが、2年債の方が 3.2、それから10年債が 2.8 ということで推移しております。で、ビックスは最初ちょっと揺れたんですけど、最終的にはビックスは落ち着きました。久しぶり21ですね。これは、久しぶりこの値また見ましたね。うん。ビックスで投資をされている方はね、多分もう理覚してるかなって思いますね。はい。はい。世界の方もちょっと見てみましょう。中国、最後、上海がぐいっと上がって終わりました。ぐいっと上がったんですけど、まだ全然本格的には上昇トレンドになってるわけではありません。ちょっと反発したぐらいであります。香港はもうほんと最近ずっと2万のあたりずっとうろうろしてますね。はい。ただ、隣の台湾が、はい、半導体の関係でちょっと上向いてきたかなって感じがします。はい。台湾セミコンダクターが、ね、半導体不足少しずつ解消してくるといいなと思います。はい。もう半導体がね、とにかく解消してくることってすごく大きいですからね。はい。ヨーロッパの方はあんまり変わっておりません。動きなかったです。東南アジアも動きがなかったです。ロシアがちょっと動いておりました。南アフリカがちょっと今、そこから這い上がってきてるのかなっていう気はしてます。はい。ボベスパも同様です。はい。コモディティ見てみましょう。コモディティ、だいぶ下がってきましたよね。はい。下がってきました。まあ、別に株と連動してるっていうか逆相関してるわけじゃないと思うんですけど、ゴールドは下がってきたとはいえ、まあ1770なので、まあ、大体この近辺で、ウクライナの関係でね、今年の2月あたりからバーンと上がって、少しずつ落ちて、一回落としすぎてまた戻ってきた。だいたい1700、このあたりが標準かななんて思っております。シルバーは相変わらず安い状態が続いております。原油がやっぱり90を超えられなくなってまいりましたね。まあ、篠梅さんにはちょっとコメントでも話しましたけど、まあ、僕的には、原油はもう、だいぶ下がってきてもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。やっぱこれが、アメリカのとにかくインフレが少しずつ、なんていうのか、安定してくることが株価にとっては絶対大事なので、それが原油やコモディティが下がってくることって僕は思っております。はい。ガソリン、まあ、この時ちょっとニューヨーク原油反発しましたけどね。はい。天然ガスはよくわかりませんが、まだこれは安定してる方だと思います。どっかでこう爆発して1日ね、5% 以上の値動きをしてくると思いますけどね。すぐに天然ガスって需要供給の報道が出ると、すぐにもう反応しますからね。トレードは本当にいつも注意ですね。はい。短期でやってほしいと思います。大豆とコーンも安定して下がってきております。はい、下がってきております。当分、どこまで下がるでしょうね。はい。まあ、長期で、下落トレンドで見ていただければと思いますけどね。どっかでまた反転するときは、お伝えしたいなと思います。はい。最後、仮想通貨どうでしょうか。ちょっと最近見てなかったです。あ、なんか恐ろしいぐらい安定してますね。まあ、
今、動きがほぼないです。はい。イーサリアムもビットコインもほぼ動きがありません。ちょっと金曜日一回下げましたけどね。また戻して終わりました。アメリカの経済と連動してる気がしております。はい。そんなとこですね。1週間の SP500 の、動きを見てみたいと思います。ウィーク。見えますかね？あ、これでいいのか？はい。さっさーっといきますけど、結局1週間で強かったのが、GAFAM が強かったです。なので、大型株が強かったので、SP500、ナスダックともに上昇した1週間だったなと思いますが、テスラが週末で一回なんかこけたっていうか、昨日 6% か 7% ぐらい落としたので、最終的には1週間でマイナスパフォーマンスになったということになります。あと、主だったところは原油がやっぱ下がってきてるので、もうエクソンモービルやシェブロンとか原油の株式が下がってきてますね。はい。そうですね。それから、ウォルマートがちょっと落としてるのが気になります。ただ、ウォルマートだけですね。この日用品に関しては、ウォルマートだけ下がって、あとはそんなに下げてはおりません。で、ヘルスケアに対しては、ここだけ、リディカンパニーっていうところがちょっと落としてますけど、そこまで落としていないですね。はい。この色見ていただくとわかりますけど、1週間だともうこのあたり下げ止まってきてる気はします。半導体もいいですね。決算ぼちぼち企業良かったですもんね。半導体のチャート見てても、皆さんもあれでどうですかね。僕は少し、この半導体の前紹介した SOXX、ETF、ちょっと買いましたけど、いい感じになっております。はい。GMO クリック証券でね、レバレッジ10倍ですけど、ちょっと証拠金入れて、先週末かな。ちょっと持ちましたけどね。はい。今週 NVIDIA も含めて半導体はちょっと底打ち感が出てるのかなっていうことでね、あります。まだこれすぐ登ってくかはわからないですけど、相変わらず半導体不足とかが出てたりとかすると、またね、落ちてくる可能性もありますが、そろそろね、皆さんもなんかこう、ちょっと買ってみようかなと思う、企業とかね、あるのではないかなと思っております。はい。皆さんなんか買いました最近。僕はその SOXX ぐらいですけどね、今は。個別株、最近ちょっと買ってないっていうか、ETF 中心にはなってますけどね。はい。はい。世界の方を後見て、いきますね。はい。1週間の今度世界のパフォーマンスを見ていきます。世界をパッと見て目立つとこは中国は結局1週間だとプラスのパフォーマンスだったですね。なんだかんだ言っても、でもこれプラスってアリババが 3.57 でプラスで、ハイテクがちょっとプラスだけど、アメリカと同じような動きかな。状況がね、コロナの関係があったりとかするので、多少は違うにしろ、値動き的には、上がったり下がったり、ちょっと上ぐらいな感じですね。はい。中国はそんな動きをしてます。日本は、結局、個別株自体は、今、決算がこれからね、来週、木曜日、日本株の決算まとめてね、お伝えしたいと思いますけども、今週は悪かったですね。決算付きで。決算大型株これそんな悪かったかな。三菱 UFJ はちょっと悪かったですね。
はい。あ、そうですね。ソニーもちょっとこけたかなと思ったんですけど、結局プラスでしたね。はい。トヨタも、そうですね。トヨタはね、心配ですね。長期的に、皆さんもちょっと日本に関しても思ってると思うんですけど、心配な企業とかありますよね。これから先転換していくかなと思ったりすることあると思いますね。最近日本株をいろいろチャートも見たりとかしてて、業績もチェックしているので、心配だなと思う企業とかも結構出てきております。はい。日経はね、いいですけどね。いいって言っても27,500あたりでうろうろしてますけど。はい。あと、ヨーロッパとかはどうでしょうか？あんまり動きないですね、これは。プラスマイナスあんま変わらないですね。カナダもそうですね。はい。ブラジルは良かったと思います。東南アジア、インドが良かったですね。はい。この間ちょっと特集でインド、一緒にね、勉強してましたけど、インドはいいと思います。インドも、そうだ。僕はインド持ってるんですけど、インドもどっかで皆さんちょっと見ていくといいと思います。はい。少額でも CFD でちょっとね、買い場を探すのもよろしいんではないでしょうか。はい。インドも持ってると楽しいですよ。一株ちょっと、2万円弱ですけどね。はい。レバレッジ10倍だとちょっときついとこありますので、インド、CFD で持たれるんだったら、証拠金をね、3倍ぐらいにしておいて、レバレッジ3倍ぐらいにして持たれてもいいのかななんて思います。それぐらい、もうあんまりそんなおすすめいっぱいしないですけど、インドと半導体はよろしいんではないかなと思っております。はい。そんなとこですね。はい。それでは、今日の特集の方に行きたいなと思います。これ消しても大丈夫かな？チャートの方これ消しておきます。はい。はい。久しぶりに、こちらの、きのりさんの、動画になります。きのりさんの方にはこの今日のね、テーマのダブルの圧力っていうところはお話をさせていただいて、なんか最近気づいたんですけど、FX のトレーダーさんとかって、ある程度動画作ってらっしゃる方って、今、あんまり新しいことって更新しないっていうか、なんて言ったらいいんでしょう。ノウハウとかをいろいろきのりさんって言うと、ノウハウも6年ぐらい前から少しずつ動画を作ってらっしゃってて、で、もう、完成したっていうか、なんて言ったのかな。もう1年前の動画でも、アップされて、最低で見続けられている。なんて言ったら、新しいものを入れるっていうよりも、既存のものを、マイナーチェンジしたりとかして、アップしてる気がしています。っていうのは、きのりさんの僕ツイッターとかも見てたりとか、してるんですけど、ツイッターで、紹介するんですよ。で、紹介して動画を貼るんですけど、その動画の再生日というか、作ってる時が、もう2年前のとか3年前のとかをアップするんですね。なので、FX の方とかもそうですけど、なんて言ったらいいのかな。最新の情報でなくたって、やり方とか手法とかに関しては、もう5年ぐらい前から少しずつバージョンを変えていくんだけど、大枠、トレードの仕方とか値動きって変わらないのかなっていう気は最近してきました。なので僕もいろいろ今、きのりさんのことも含めて FX の勉強、定期的にね、しているんですけども、言っていることが、一貫して変わらないなぁと、思っています。ただ、多分、相場の動きって変わってきてる気はするので、もしかしたら FX の考え方とかも少しずつ変わる可能性はあるとは思うんですけど、この値動きの動き方とかそういったものは元々から変わらない。で、今日はこのダブルの圧力についても
買い相場の方と売り相場の方がどういう目線で見てるかっていう話。これももしかしたら大枠昔から変わってないのかもしれないですね。なんで、一回またCFD をね、今ちょうど買おうかなとか考えてらっしゃる方は、買おうかなって思う方はこう、ぜひね、こう、いろんな目線がこう相場にはあって、そういう目線で考えをすると、トレードももっとやりやすいのかなっていうことで、今日このダブルの圧力の、1話。これ全部で6話ぐらいあるんですけど、今日は触りのね、1話のとこ紹介していきたいなと思います。はい。ではちょっとこれをペッと。いいとは思うんですけれども、ただ、なんと言いますかね、音が小さいかな、大丈夫かなと言いますか、このチャートをね、図形みたいに捉えて、パターン認識ということですよね。それだけをやるっていうのはちょっともったいないんですね。何がもったいないかというと、時間と労力。これちょっとこれで、せっかくそのチャートを見ている時間っていうのをパターン認識だけに使うのはちょっともったいないと思うんですね。何を言いたいかと言いますと、水平線を引いたり、チャートパターンを探したりするっていうのをやってるときに、もう一つね、あるものを探す訓練というのを付け加えると、相場を見る力っていうのが飛躍的に向上するんですよ。そのあるものって何かっていうことなんですけど、この動画のタイトルでもすでにネタバレしてるとは思うんですけどね、ダブルの圧力っていうやつなんですね。皆さんも私も含めてなんですけど、日々チャートに向き合っているとですね、どうしてもこの波形ですよね、この波形と戦っているような気になってくるんですけども、実はその向こう側には人間がいるわけですよ。皆さんと同じような人がいっぱいいる、ありがとうございます。で、その人たちと戦っていると。例えば皆さんがここから上がるぞと思って買うときには、必ずここから下がるぞと思って売る人がいるんですね。だから取引が成立する。これマックスなんだよな、音が。そういう人たちと戦っているわけなんですね。その辺をね、しっかりと認識した上でチャートを見るっていうのを普段から訓練しておくと、相場を見る力っていうのが非常についていくと、そういうことなんですね。ただね、でも闇雲にあらゆるチャートの場面で、ここは売り方はどうなんだろうとか、買い方はどう思ってるんだろうって考え出すと、それはしんどいんですよね。思考が拡散していくと言いますか、終わりがないんで。これダブルボトムとはちょっと話が違いますのでね、その点はご了承ください。一気にね、チャートの見方の切り口が明確になるという、そういう効果があるんですね。ということで今回の動画ではその辺の訓練方法ですね、今皆さんがやっているパターン認識の訓練に、ちょっとですね、一工夫加えるだけで、だいぶ効果が変わってきますよという、そういう話をしたいと思います。この本ですね、もう何度も紹介していますけれども、私が買ったパンローリング社の本では一押しの本なんですね。で、この中で頻繁に出てくるのがこの本がね、考え方なんです。このダブルの圧力については分厚すぎ、すでに動画を読んで大変でした。詳しくお知りになりたい方はぜひこちらの動画を見ていただければと思います。ですのでここではごく簡単にこのサムネイルを使って、説明していきたいと思います。まずはこのダブルの圧力とは何ぞやということなんですけれども、要は新規注文と決済注文が合わさるとすごく伸びていきますよ。つまり2倍の勢いで伸びていきます。だからそういう場所でエントリーしましょうよっていう、そういう話なんですね。例えばこれですよね。この辺の下降を打ってきたベア派の、利益確定、売りの利益確定ですから買いですよね、がこの辺で起こると。で、あとはこの辺で売ってしまった人たちはもう仕方がないので損切りするんですよね。損切り、売った人の損切りっていうのも買いであると。あともう一つはこの値動きを見て新規に買いを入れる人の、つまり新規の買いで、3種類の買いがここでこう集まるので、ドーンと上がる、そういう理屈も、で一方で、こういう場面ありますよね。上昇トレンドがあっ
て、で、この波に対してフィボナッチリトレースメントを当てて、この数値、38.2% まで落ちてきたら、反転しやすいから買っていこうと。そういうやつなんですけれども、こういうのをフィボナッチを使ったテクニカル分析っていうんですね。ただ、ちょっと乱暴な言い方をしますと、このフィボナッチの数値って、おまじないなんですよ。私おまじないってよく言うんですけども、なぜおまじないかというと、本当に効くかどうかわからないからなんですね。で、このおまじないのことをね、FX トレーダーは優位性って呼ぶんですよね。で、おまじないが一つでは不安なので、他のおまじないを探すんです。例えばこの辺に、移動平均線来ないかなとか、あるいはこうやってトレンドラインを引けるかなとか、いうふうにやるわけです。だからテクニカル分析っていうのは、おまじないをたくさん集めましょうっていう、トレード手法なんですね。ストップしますね。今の、木のりさんがすごい大事なことを言っています。多分 FX とか値動きを勉強する上で、この、おまじないっていう指標をいくつ見つけることができるかっていうことで、いわゆるその証拠をたくさん集めることによって確率を上げていくっていうことが大事かなと思うんですね。だからテクニカル分析とはっていうのは、このおまじない、優位性のある、指標を、たくさん集めたり気づいたりすることができれば、確率的に 100% じゃないですよ。勝てるのは。みんな、それはそうですし。で、それを、この中の今の例えば、フィボナッチで言えば 38.2% っていうのが確率があるのかなとかね。それから、ストキャスティクスが、どうかなとか。例えば、中には MacD を使ったりして、これもどうかなとか。移動平均線使ってどうかなとかね。いろいろありますよね。これをいくつか集めることが大事ということですね。これは、皆さんも、この24時間ライブの方でも、その優位性のある、テクニカル指標を実はたくさん集めているもんですから、そこの、一番集まってるところがいいところっていうのは、なかなかチャンスわからないところもあるので、僕も、いつもこうやってライブで出してはいるんだけど、見てるときに、おっと思って、FX の時でも、おっと思ったりとかするところありますけど、これは、本当にいろいろチャートを見てだけじゃなくてね、よく、やっぱり、形とかね、ダブルボトムっていうの形見やすくって、じゃあそれで言ったらどうかとかってあると思うんですけど、そこはきっかけであって、そこから、じゃあ何の指標があるから、ここはいけるのかなとか、やっぱ一つのものだけとか二つぐらいだとなかなか難しいので、総合的に自分が気になる、テクニカルの、インジケーターっていうのを使ってね、勉強していくといいのかなと思います。で、僕は、やはりスーパートレンドっていうものを使ったりとか、フィボナッチを使ったり、それからストキャスティクスを使ったり、それから三角持ち合いっていうのを見てみたり、レンジブレイクですね、を見てみたりとか、あとはそのプライスアクションって言って、その値動きの、転換点、アラートでも出してますけども、そういったものを見たりとか、しています。でもやっぱり勝率は上がってきますよね。無駄な、トレードしなくなったので、はい。あとはその危ない時っていうか、やっぱ経済指標も含めて、もう勉強しました。ウクライナの時とかってやっちゃいけないですね。そういうファンダメンタルがすごい時もそうですしね。はい。どちらかというと、ファンダメンタルがすごい時ってどっちかわからないから、FX とかレバレッジのかかってるものって、突っ飛びやすいですよね。はい。いくら自分が下を向いてても、上にポーンと跳ねたりする時があるので、そうするともう切れちゃいますのでね。だから、やっぱりレバレッジがかかってるものっていうのは、基本、穏やかなところって見なきゃいけないと思いますよね。はい。ちょっと、また続きますね。でもそう考えるとすごいですよね。FX って。
このおまじないだけで何千万とか何億とか稼ぐ人がいるわけですから、ね、あまた消えた。もう本当すごいことだと思うんですよ。まあそれはさておき。なんで消えちゃうんだろう。一方でこのダブルの圧力っていうのは、それまでに起こった事実を元にしてるんですよね。それまでに起こった事実から判断して、ここに売りの決済注文、つまり買い注文が溜まっている可能性が高いので、ここを超えたら伸びるぞって、これ本当に画面すぐ消えちゃうな。というやり方なんですね。これはだから、細かい形は違えど、相場で何度も繰り返されていることなんです。同じことを何度も繰り返す。つまり、メカニズムなんですよ。だから、必ず起こるんです。というと、怒られるんですよね。相場なので。必ずとか絶対はないんですね。ですんで、まあ、高確率で起こるというのが正しい言い方なんですね。ですので、この違いですね。このおまじないとメカニズムの違い光ファイバー来ないかなっていうのをまずはご理解いただきたいということなんです。で、まあ、誤解のないように言っておきますけれども、私はこのおまじないという言葉で、テクニカル分析を否定しているわけではないです。私もこういうおまじないを一生懸命集めてトレードしてますからね、そういうおまじないベースのテクニカル分析に、こっちのダブルの圧力っていう考え方を加えると、まあ、鬼に金棒ということになるということなんですね。これね、ひな形作るの難しいんだよじゃあな。そのテクニカル分析とダブルの圧力、つまりはトレーダー心理を読むっていう、まあ、2つのことなんですけれども、それを同時にそうですね。方法って土曜日はどうすればいいのかダメですね。まああと、まあ、少しで光ファイバー来ますのでもう音声もならなくなりましたもんね。相場って、まあ、常にはいですね。無二で、全く同じ相場、全く同じチャート形状は、絶対にありえないんですけど、まあ、この場合は絶対って使ってもいいと思うんですけども、全く同じ相場っていうのはないんだけれども、ただ似たような相場っていうのはめちゃくちゃあるわけです。っていうか、まあ、似たような相場を何回も繰り返しているからこそ、この FX トレーダーっていう職業が成立するんですよね。つまり全く同じものはないけれども似たようなものはめっちゃあるので、あらかじめですね、その値動きのひな形をね、作っておいて、実際のチャートとそのひな形とを見比べながら、相場参加者の心理を推測していくっていう、まあ、そういう訓練ですね。これはただ単にね、チャートの中に機械的に、水平線を引いたり、チャートパターンを探したりするだけよりも、はるかにトレードスキルっていうのは磨かれます。まあ、同じ時間ね、チャートに向き合っているんだったらば、より効果の上がる訓練方法でやってみましょうよという、まあそういう話なんですね。それでは一例としてね、こういう相場のひな形を作って、その値動きに対して市場参加者がどういう考えを持って行動していくかっていうのを考えていきます。まあこれは相場にですね、非常によく現れる形なんですけれども、まあこういうふうに上昇したけれども、上位足の節目ラインがこう見えてるんですね。で、市場参加者はここを抜けるのか、あるいは反転するのかっていうのに注目していると。で、最初のタッチ、ここですね、で、少し下げるんですね。これは何かというと、ここまでの上昇を買ってきた人の利食いなんですね。で、さらにもう一つここで売りが入ってきます。それは、この抵抗が強いと考えた人の逆張りの、新規売りなんですね。ですので、利食いの売りと新規の売り、この2つで少し下げるということになります。でも、ここから売った人は、逆張りなのでね、早めに利食いしたいんですよ。まだ上昇トレンドは続いているんでね。ですんで、少し下げたら、利食いの買いが入ってきます。それともう一つは新規の買いですね。この上昇トレンドに対するいわゆる押し目買いが入ってくるんです。なので、再び上昇するということになります。で、またこの抵抗近くに来ると、さっきと同じことが起こるんですね。ここから買った人や、あるいは長く持ってる人も、もうそろそろかなと思って、利食いの売りをするんですね。それとまた、さっきと同じ理屈で新規の売りが入ってくるということなんですね。
で、下げると、またさっきと同じことが起こると。で、再び上昇してくるということになります。で、上昇してきたらまた同じことが起こるのかと思いきやですね、今回は買い勢、つまりブルハの勢いが強くて、利食いの売りを出さずにですね、ホールドをしたんですね。で、ここでホールドする理由っていうのは、まあその都度、いろいろあると思うんですが、例えばもう3回目の試しになっていると、ブレイクを試しに来ているぞっていうこととか、あるいは、ここで安値をね、更新できなかったとか、まあいろいろ理由を探してブルハがこう強気になれる、何がしかの根拠があれば、そのままホールドするっていう、まあそういう行動に変わってくるんですよね。で、今回はこの抵抗ラインを突破してしまったという、まあそういうひな形を考えてるんですね。で、こうなってくると、まあこの辺で売っていた売り勢、つまりベア派はもうお手上げなんですね。そもそもこういう上昇トレンドだったんです。で、しかも直近では安値を切り上げて高値更新ということになってしまったので、もう損切りするしかないんですね。おそらく相場参加者の全員が注目しているこの抵抗ラインですね。これをついに突破したということで、新規の買い注文がなだれ込んでくるんですね。で、さらには、あらかじめこの辺に逆差し値の買い注文というのもたっぷり入ってるでしょうし、あるいはこう自信を持ってね、買い増ししてくる人も出てくるんですね。つまり、まあ、買いが買いを呼ぶ状態になるので、まあ、ここからはぐーっとこう伸びやすくなるという、まあ、そういうメカニズムということになります。まあ、これが、このダブルの圧力の威力ということなんですね。もちろんこのあたりもね、細かくダブルの圧力が働いてるんですけれども、やっぱりここが一番伸びるんですよね。それはなぜかというと、ここは損切りの買い注文が殺到するからなんですね。こういう利食いっていうのは、値動きの様子を見ながら、注文を入れるじゃないですか。だから人それぞれバラバラなんですね。でも損切りは違いますよね。みんなほぼ同じようなところにストップロスを置くので、それを超えてしまうと一気に伸びるという。まあ、ストップです。大事なことがあったので、ここを伝えていきます。実は、トレードをしている人は慣れてくるとですね、この損切りする位置っていうのが、だいたい同じ位置だっていうのを知っておいてください。だから、意外にもう水平線が見えてくるところっていうのは、すごくみんな注目しているのは、まあ、この上位足の節目ラインっていうのは、例えば、まあ、今近くで言うと、僕で言うと S&P500 を例にするなら、S&P500 は4000っていうのがいつも節目ライン。で、今これを、抜けている状態ですね。なので、ちょっとこの波形と近いところがあって、例えば SP500 の上位足で見たら、日足で4000っていうラインを見たときに、今4120なので、今このひな形で言うとちょうど、この上の、これ消えちゃうな。これ書けないんですよね。ちょうど今こう4000のラインを抜けたところにいるというふうに考えればわかりやすいです。で、その時には、もしその S&P500 をショートしている人がいたら、もしかしたらこの4000のあたりで、損切りを入れたりね、する人もいたかもしれない。そうすると、みんなが同じ位置に、注文を入れやすくなる。だから、みんな多分、こう、水平線ラインとかを結構見えてるとこは見えちゃうので、そこでこう、これやられたと思えば、一気に4000からダダダッといく。多分、節目ラインってよくあると思うんですけど、篠梅さんも多分1分足とか3分足とかでこう見て、値動き面白いなと見て気づくかもしれないですけど、ある一定の層のこの水平線ラインを突破した時って、バババッと伸びますよね。はい。なんかみんなが買ってるではなくて、損切りされてる人たちがガガガガッと増えるんですよ。ここが買ってる人と損切りでやられてる人がいるからダブルの圧力。今の状態っていうのが SP500 だったらこの上がってきたところ。でもこれではまだ買ってはいけないんですね。この後にその話をしていると思います。そういう性質があります。まあ、この力を利用するのが重要ということになりますね。
で、今はこの抵抗ラインを突破するパターンを見ましたけれども、先ほどのチャートで見れば、これですよね、突破していくパターン。これとか、これも突破してますよね。このパターンを見たんですけれども、当然ながらもう一つのパターンありますよね。この抵抗ラインが、強くて結局下げていくっていう方なんですけれども、こっちのパターンですよね。ですので、ひな形の方にもそのパターンを入れておきます。これですね、同じような話なんで、今回ちょっと簡単にいきますけれども、この抵抗ラインで抑え切られて下げてしまった場合は、直近のこういった安値を割ると、この辺で買ってしまっていたブルハは、損切りせざるを得ないんですね。で、もう一つずっとこう買って粘っていたブルハっていうのもいるんですけれども、さすがにこういう値動きを見ると、ついにトレンド転換かということで、諦めざるを得ないんですね。ですんで、しぶしぶ利食いをするわけです。で、もう一つは当然こういう相場のメカニズムを知っているベア派はですね、ここを割ってきたらトレンド転換が確定するので、自信を持ってガンガン打ってくると。で、この場面もやはりこの損切りが絡みますんでね、ここを超えたら一気に下げていくということになります。つまりはこういう誰もが注目するライン際では、多くの市場参加者が抜けていくのか反転するのかっていうのをこうじーっと見てて、で自分の投資行動を決めているので、基本的に同じような値動きになりやすいんですよね。ですので、そういう起こりやすい値動きっていうのをこうあらかじめ考えておいて、こういうひな形として持っておけば、いざそういう場面に出くわした時にね、慌てず落ち着いて自分で自分が取るべき行動をですね、決めていけると。そういうことなんですね。で、ここで覚えておいていただきたいのが、こういう場面を神の視点で見るということなんですね。昔、ポピュラスっていうゲームがあります。ちょっとすいません。時間の関係で、この後、ちょっとだけ解説しております。きのりさんがここで最後言いたかったことは、この揉み合いを抜けた後、この神様は、みんな戦っている、揉み合って抜けたところを、そっと、注文を入れましょうねっていうことで、この上位足のラインで言うとさっきの、これ消えちゃうな。どうすればいいんだ。これ消せばいいのか。ここでいいな。はい。これで言うと、この神様のこの、ここで、ここまでみんなが見れるかどうかで。今で言うと SP500 で言うんだったら、例えば長期で言うんだったらですよ。4120なので、4000近くまで一回、もしこれで落としてきた時に SP500 の値動きを見て買えるかどうかです。今ちょうど、この位置なので4120。だいぶいいとこまで来てますので、また4000まで落ちてきた時に待てるかどうか。でこれがまだ皆さんがわからない時にはもしかしたら上がり続けていっちゃうんじゃないかと思うかもしれませんし、でもそれでもし上がり続けていったら、急な上がり方するのって必ず落ちてきますのでね。はい。ゆるく来てるもので4000で見られるかどうかっていうのもあるかな。例えばゴールドで言ったら1750から40のところまで下げてきたときにこういう波形をしてて買ってもいいかなとか、原油だったら今度今ショートのとこなので90まで一回上がってきたらショートを売ろうかなとかね、この動きを見ていくわけです。はい。ダブルっていうのは必ず人は同じところに損切りも入れていますので、買う人と買われちゃう人と両方いるよってことを知っておいて、揉み合いを抜けてから待って買ったり売ったりしましょうねっていうのが、この今日のダブルの圧力のお話になります。はい。また詳しくはね、2番、3番、4番とじゃあどういうふうにトレーニングしたらいいかなっていうのもありますけど、とにかく揉み合いを待つということをね、今ちょうど揉み合いをして抜けてったところが多いですのでね、市場が。ぜひね、CFD も含めてね、少しね、勉強してチャレンジしてみてはどうかななんて思います。はい。じゃあ、今日はこれぐらいにします。来週火曜日と、木
木曜日やって、土曜日が東北に行ってきますので、もしかしたら来週は、火木で終わりで、また、コミュニティの方でお話ししますね。TikTok の方で、また車のライブやるかもしれませんし、まだ計画がね、なかなかできなくって宿取ってないんですよ。東北の。山形か、秋田まで行けるのかな？ちょっと今仕事の日程がね、まだね、家庭教師とかの調整してたりとかで、3日取れるか4日取れるかによって宿を取り方考えてたりするので、そうそう。まあどうなるかわからないですけど、一応木曜日までのライブはやりたいなと思っております。なんで、木曜日終わってから一回、パソコン全部シャットダウンするかもしれませんので、ライブが全部一回終わっちゃうというかもしれませんけどね、何日か。はい。よろしくお願いいたします。で、来週の火曜日はちょっと何やろうか考えてるんですけど、木曜日はね、もう日本株決算が集結しますので、それをやっていきたいなと。で、火曜日はまた値動き見つつ、お知らせ前日までにはね、貼っていきたいと思いますんで、また、よかったら遊びに来てくださいね。まあ、なかなか土曜日いつもトラブルが多くて、もう通信的にあれですけど、あと、土曜日の配信も、来週はないから、再来週だと、光ファイバーいつ来るんだ ?23 日か4日なので、再来週の土曜日が、あともう一回この 5G でやるのかなですかね。はい。いや、もう光入ったらあれですよ。4K とかにして、ね、高画質でお届けしたりとかできると思うんです。全然違うと思うのでね。言いながら期待してるだけなんですよ。僕が期待してるだけですけどね。はい。はい。ということで、また火曜日ね、よかったら遊ぶ。で、この、24時間ライブのこちら、アラートはちょっとお休みして、日曜日またね、ぼちぼち、やっていきたいと思いますんで、ずっと僕がね、喋ってるので、TikTok から来てる子は、たまになんでこんな喋ってんのみたいな言ってるみたいですけど、まあ、ご存知だと思うんです。過去の動画をね、アップして喋ってますのでね、またね、興味ある方、なんだ、昔こんなこと言ってるわって懐かしいんで聞いていただいてもいいのかななんて思います。はい。じゃあ、またね、火曜日ね、23時から、やりたいと思いますんで、よかったら遊びに来てください。はい。今日もどうもありがとうございました。失礼いたします。